トイボールファクトリーです。今回はマスターグレード ASW-G08 ガンダムバルバトスをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。今のマスターグレードの箱って薄型ですよね。このマスターグレードガンダムバルバトスは2019年12月に発売されたキットで、鉄血のオルフェンズに登場するモビルスーツとして2020年12月現在唯一のマスターグレードキットとなっています。それではランナーを見ていきましょう。こちらは色プラのランナー、シールも入っています。厚みが気になるので今回も水転写デカールを貼ります。三日月のフィギュアも入ってますね。これは細かい。シリンダーはメッキパーツになっています。今回もクリアコートされていればそのまま塗装できるんですが、どうでしょうか。こちらは外装。青い外装は5つしかパーツがないんですね。全体的にもっと青いと思っていました。ホイールシールが入っていました。センサー部の2枚のみ。こちらはフレームの金色と外装のクリアパーツ、電源ボタンみたいなやつですね。こちらは武器のランナー、長いパーツが多いな。こちらはある意味本体のガンダムフレーム。ガンダムフレームと書いてあるのが見えるでしょうか。ビダールも出てくれないかな。こちらもフレーム、こちらもフレーム。外装より多いですね。そしてこちらがメイスと滑空砲のランナーです。ひっくり返して外装の左右対称部品。こちらはスラスターのランナー。ここだけ2パーツ余剰部品が出ます。そして組み立て説明書。工程数が多いですね。ナノラミネートアーマーは塗装。これは意外。それでは作っていきましょう。これで僕も鉄火だ。マスターグレードキットということでフレームから組み立てていくんですが、オルフェンズの世界観ではこのガンダムフレームが特に重要なもので、他のガンダム作品ではあまり見られないしっかりしたフレームの設定をもとにキット化されているようです。というかむしろフレームそのものがガンダムなので、こちらが本体と言えるかもしれません。ということで組み上がりました。やばい、これはかっこいい。本当にこっちが本体でいいじゃんという気がしてきちゃいますね。とはいえ裸のままではかわいそうなので装甲をつけていきましょう。装甲パーツはさほど多くなく、組み付ける難易度も低いのであっという間に完成。めっちゃトゲトゲしいデザインですね。さすが悪魔の名を持つだけのことはあります。それでは可動ギミックを見ていきましょう。頭だけでなく首にも可動軸があるので結構上を見上げられますね。襟のパーツで制限がかかっていますが、十分左右にも首振りができます。肘は当然のように二重関節で完全に折りたたむことができます。腕の動力パイプが連動して筋肉のように隆起しているような表現もあります。肩は上下前後ともに大きくスイングできますね。手首が外側に開く。これは刀を持つときにいいですね。コックピットハッチも当然のように稼働。腰の可動もシリンダーが連動して前後左右に大きく動きます。バックパックには自由に稼働するサブアームがついていて、武器の携行保持が可能になっています。メインスラスターもスイング。足の付け根は上下に動いてポーズに幅を持たせやすいですね。90度近くまで開くこともできます。しこも踏めるんじゃないですかね。膝も大きく動くので正座もいけそうです。ふくらはぎは手動で戻す必要があります。足首は左右にスイングとつま先が上下に動きますね。足首は前後にも可動軸があるんですが硬くて動かしにくかったです。バルバトスの代名詞ともいえるメイスですね。これは凶悪。こんなものでぶったたかれたらひとたまりもないですね。
でかくて重くて尖ってるというどこから見ても危険しかない三日月の戦い方そのものを表現するような武器です。取れた。ソードとしても使えるんですね。こちらは滑空砲。折りたたんで携行することができます。この滑空砲の方針にだけ合わせ目が出るので処理推奨です。あとセンサー部にホイールシールを貼ると良さそうですね。そしてタッチ。こういう長物は大好物ですね。ワンパースで構成されているので塗装はめんどくさそうです。でもかっちょいい。サブアームにあるジョイントをスライドさせると武器をつけて携行できるようになります。こうやって武器を背負わせると弁慶っぽいですね。やばいかっこよさ。それではバラして表面処理を行っていきます。ファンテックの超光スクレーパーでアンテナのシャープ化を行います。目立つ部分なのでやっておくと効果が高いですね。筋彫り銅のマジックヤスリを800番から1500番までかけて表面を整えておきます。今回もサフレス塗装にするため丁寧にヤスリをかけておきます。頬のパーツの厚みが気になります。ここもシャープに薄く見えるように加工しましょう。下村アレックのぐるぐるバー細めで削っておきます。薄くなってるのがわかるでしょうか？最近はぐるぐるバーばかりを多用していたんですが、ゲート処理には大きすぎるのでもっと小さいものを買ってみました。下村アレックのシャインブレード6です。ステンレス製でぐるぐるバーと同様に水溶きが可能です。このシャインブレード6、扱いやすい上にめちゃめちゃ綺麗にゲート処理ができます。やばい、主力決定です。それでは今回もサフレス塗装 EX ブラックから塗装していきます。溶剤と塗料を2対1で濃いめに希釈した EX ブラックを塗装します。今回はクリアパーツとメッキパーツを除く全てのパーツを EX ブラックで塗装してから各色を重ねていきます。当工房は一体どんだけ EX ブラック使うんでしょうね。いきなり光沢。パールシルバーを塗装します。スラスター系のパーツと頭部をクルシタ地のパールシルバーに塗装しておきます。カップヌードルからお気に入りの塗料になりました。サファイアブルーを塗装します。エクシアでも塗装した塗料ですね。青い装甲に塗っておきます。ルビーレッドを塗装します。こちらは赤い装甲部分ですね。エクシアと同様にクリアレッドを重ねておきます。ホコリがつかめるホコリは可愛いホコリです。スターブライトゴールドを塗装していきます。スターブライトゴールドはガイアノーツのメタリックマスターで希釈して圧弱め突出量も絞って拭くと綺麗に塗装しやすいです。金色の金属片を吹き付けているんですが、細吹きすることで大きな金属片を吹き出さないようにしてるとかなんとか、まだよく分かってないです。パールカッパーを塗装します。動力パイプやシリンダーの受け側をパールカッパーで塗装してアクセントになるようにしておきました。スターブライトシルバーを塗装します。白装甲ですね。鉄血のオルフェンズといえば鉄というイメージなので、金属の上に塗装している感じが出せないかと下地にスターブライトシルバーを吹いてみました。正直な話、ニュートラルグレーとかを塗装すれば手っ取り早いんですが、単色塗りでは出せない質感が出るので手間を惜しまずに塗っています。 EX ホワイトを塗装していきます。塗りにくいところから塗装していきます。ホワイトは下地の色が透けやすい色なのでムラにならないようにかなり気を使いながら塗装しています。黒下地のスターブライトシルバーの上に EX ホワイトを塗ることで暗めの白になっていますね。ほとんどグレーですね。5時間ほど乾燥させた状態です。かなりグレー感が強いですね。もう一度 EX ホワイトを重ねていきます。こちらも塗りにくいところから塗り始めてムラになりにくいコントロールしやすいエアーツと突出量に調節してツヤが出るギリギリを狙って吹き付けていきます。見た目には分かりにくいんですが、今までで一番神経を使う塗装だったかもしれません。だったらニュートラルグレーで塗ればよかったのにという思いが湧き上がりますね。かなりいいツヤが出ていますが、さらに EX クリアを塗装していきます。デカール前のクリアコートになります。
染料系ではないのでデカールに色が移ってしまうことはないと思われるのですが、繊細な重ね塗りによって作り出した色は溶剤などの影響を受けやすくなります。例えばクリアで保護していない重ね塗りをした塗膜にデカールを直接貼ってからクリアをたっぷり吹き付けると、クリアに含まれる溶剤分によって重ね塗りした色が溶けて下地と混ざり合い、色が変化する可能性があります。それだけなら分かりづらいんですが、デカールの下には影響が出にくく、デカールを貼っている場所、貼っていない場所でそれぞれ色の違いができてしまうことがあります。それを予防するためのクリアコートですね。もちろんツヤを出すためでもあります。それではデカールを貼っていきます。キットには密転写デカールが付属していないので、オルフェンズシリーズの汎用ガンダムデカールと適当にそれっぽいデカールを貼っておきます。水を含ませたスポンジの上に切り取ったデカールを置くことで、ちょうど良い水分をデカールに与え、時間が経っても糊が流れすぎたりしないので、この方法はおすすめです。デカールをまとめ切りしても安心です。マークセッターをデカールを貼りたい場所につけて、デカールをスライドさせて貼ります。みんなの思いがこもった鉄火弾のマークですね。綿棒で余分な水分やマークセッターを吸い取って貼り付け完了です。再びの EX クリア。デカールの上にだけクリアコートをしています。すぐに乾く量を塗膜を溶かさないようにほんの少しずつ塗装しています。今まではデカールを貼った後に全体にクリアコートをしていたんですが、それだとデカールに塗料が多く乗りすぎてしまうせいか、デカールが溶剤を吸って膨らんでいるような感じがしていました。とはいえ薄く全体に塗ってしまうと全体がなし地になってしまうので、デカールの上だけ砂吹きすることにしてみました。これならなし地になってしまう面積を極力減らすことができるので、なかなかいい方法ではないかなと思います。乾燥を待って、その上からクリアコートを全体に施していきます。エアブラシを調整して均一に丁寧に塗っていきます。ムラにならないように2周ほど連続して塗装して、いいテカテカが出てきましたね。デカールも均一にテカっているように見えます。そしてさらに EX クリア。デカールを保護するクリアコートでホコリが入ってしまっていたので、乾燥を待って2000番のスポンジやすりでホコリを削り取って塗装して、ホコリの跡が完全に消えましたね。さらに外装をクリアコートしていきます。こちらも2周しておきます。 EX ブラックと同様に EX クリアの使用量も半端ないですね。そういえばコメント欄で EX クリアが出るたびにアルコールを飲むぜというコメントをいただいたんですが、これから何度でも登場するので飲みすぎには注意してください。みんな大好きメタルカラーアイアンを塗装していきます。今回はタッチや滑空砲の方針などをメタルカラーアイアンで塗装しておきました。メタルカラーアイアンは拭き取った部分に光沢が出るという特殊な塗料なので、このタッチの刃とそれ以外の部分で色の差が出せそうですね。ガンメタルを塗装します。以前作ったハジロボシと同様にフレームのメインカラーをガンメタルにしてみました。下地に EX ブラックを塗装したフレームに塗り重ねていきます。重苦しい感じがたまらないですね。それでは中研ぎを行いましょう。3000番のスポンジやすりでデカールの段差と表面を整えていきます。バルバトスといえば汚れ切ったイメージがありますが、鉄火団の象徴でもあるエースの機体を汚れたままで戦場へ送り出すわけないと思うんですよね。ナノラミネートアーマーの性能も低下する危険性も考えると、思いを込めてしっかり整備するんではないかなとフリージアを聞きながら考えていたら、感極まってしまってヤスリを持つ手が滲んで見えなくなってしまう事態に。思いを乗せた外装の中研ぎが完了しました。最終の EX クリアを塗装します。たわわに実ったカフスアーマーです。同じパーツをまとめて塗ることで色ムラを抑えることができます。左右対称のパーツも連続してまとめて塗ることでムラを最小限に抑えることができます。前回のエクシアではクリアコートをしなかったサファイアブルーも、今回は EX クリアを重ねて光沢を出していきます。ツヤあり、半ツヤのどちらも捨てがたいですが、今回のバルバトスにはツヤありの方が合っている気がします。デカールの段差の対策も結構うまくいったようです。テッカテカやね。肩のパーツの光沢もいい感じに仕上がったと思います。デカールの表面もしっかり光沢が出ていますね。デカールの上だけに保護用のクリアコートをしたのはうまくいったようです。これにてエアブラシでの塗装終了です。
それではフレームの部分塗装を行っていきます。メッキパーツのシリンダーの根元をスタデルカラーのリトリビューターアーマーで筆塗りして、アクエオスのゴールドで動力パイプを筆塗りします。どちらも同じ色でもいいと思います。なんとなく気分で使う色を変えてみました。アクリジョンのメタルブラックではみ出してしまった部分を筆塗りで隠してごまかします。バッチリ。フレームを組み上げます。これで組み上がり。これはやばくないですか。めちゃくちゃかっこいい。ガンメタルの武骨さとスターブライトゴールドやパールカッパー、シリンダーのメッキとのコントラストが渋さをあふれ出させてますね。これはずっと見ちゃう。やばい。かっちょいいフレームとの根性の別れ、外装を組み付けていきます。足がかっこよすぎです。緩やかなカーブのシルエットの中にシャープな細部のデザインが共存していて上品ささえ感じますね。ディティールも細かく、外装から垣間見えるフレームの色分けが精密感を強調しています。肩のクリアパーツは裏側を白で塗装して発色を良くしてみたんですが分かりづらいですね。様々な思いがこもった鉄火弾のマーク、込み上げちゃいます。肘が上下逆についてますね。後で付け直しておきます。金色のパーツも付け忘れていたので合体。今回塗装したスターブライトゴールドがかなりいい質感に見えますね。サフレス塗装の EX ブラックを下地にエアブラシの調整もうまくいったのかもしれません。いいギラつき感です。肩口のパーツを取り付けようとしたところ、塗膜が厚くなりすぎていて入りませんでした。アートナイフで削って辻褄を合わせます。これでバッチリ。コックピットハッチを取り付けてと。しかし上半身だけでとんでもないディティールの量ですね。サファイアブルーの光沢塗装もバッチリ。ツヤありもとてもいい感じです。はあ、これはかっこいいな。すごい。頭部の密度感も渋滞してますね。頬のパーツを薄くしたことでシャープ感が出ていますね。アンテナを取り付けて完成。悪魔的な顔ですね。タチに塗装したメタルカラーアイアンを拭き取ってツヤを出してつばをつけて完成。本体外装の部分塗装を行っていきます。アクリジョンメタリックレッドを筆塗り、続いてアクエオスのゴールドで筆塗り、さらにシタデルカラーのアグラックスアースシェードでフレームパーツに陰影をつけておきます。さらにシタデルカラーのアイアンブレーカーでドライブラッシュを行います。筆につけた塗料をティッシュでギリギリまで拭き取って叩きつけるようにブキ類を汚しておきます。仕上げにマジックリンを含ませたフィニッシュマスターではみ出した部分を拭き取って部分塗装終了。これで全ての部品が揃いました。それでは組み立てていきましょう。こうやって組み付けている間も光沢が踊っているのが見えますね。鉄火団のエース機体として団員の希望を背負っていたのだろうかと考えると、また胸がざわざわしてしまいます。これで完成です。エイハブリアクターの鼓動が聞こえてくるようです。ということでマスターグレード ASWG08 ガンダムバルバトスをテッカテカに塗装しました。高密度なディティールを含んだガンダムフレームを内包し、悪魔的なデザインの装甲と鉄火団の希望と願いをまとったナノラミネートアーマーを意識した塗装によってその姿を表したガンダムバルバトス。汚し塗装が多いオルフェンズの作例の中で異例ともいえる光沢仕上げでしたが、僕なりのリアルを追求できたのではないかと思います。鉄血のオルフェンズという作品に抱くさまざまな思いが去来して感情を揺さぶられる制作となりました。今回のバルバトスの制作によって改めて鉄血のオルフェンズを思い返し、作品に対する思いが一つ消化されたような気がします。ということで機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ鉄火団の主力モビルスーツ ASWG08 ガンダムバルバトスのマスターグレードキットのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。
鉄火弾テッカテカ